はい、どうも藤井です。花の82年組のファーストアルバムを聴いていく企画の4回目。一応ファーストアルバムは今回でラストということになります。今まで松本伊代さん、堀ちえみさん、三田寛子さん、早見優さん、小泉京子さん、石川秀美さんのファーストアルバムを初めて聞いた感想の動画を上げてきたんですけど、今回紹介するのは中森明菜さんのファーストアルバムプロローグでして、自分は明菜さんのファンなので何度も聴いてきたアルバムになります。なので、ファンのひいき目の入った紹介になるかもしれませんがご了承ください。中森明菜さんは東京都大田区で生まれ清瀬市で育ちました。1981年にオーディション番組スター誕生で合格し、1982年5月にスローモーションでデビュー。7月にこのファーストアルバムプロローグ序章を発表しています。デビューシングルスローモーションはオリコン最高30位と新人としてはまずまず、他の82年組のトップグループからは少し出遅れた成績だったんですが、このファーストアルバムプロローグはオリコン初登場7位、最高5位でトータルセールスも45万枚というヒットになっているんですね。ちなみにスローモーションの売り上げは17万枚、セカンドシングル少女 A が39万枚ですので、それを考えると異例のヒットという感じがします。では聴いていきましょう。1曲目、あなたのポートレート。重めのピアノのイントロから明菜さんの歌が始まると、とても伸びやかな声にハッとさせられます。曲調はマイナー調の歌謡ポップスですが、流麗な美しさを感じます。この曲はスローモーションと同じ木杉悦子作詞、木杉隆夫作曲でファーストシングルの候補にもなっていたそうです。確かにこの曲もスローモーションと甲乙つけがたい良い曲ですね。でもキャッチーさではスローモーションに一歩譲るのかなと思いました。2曲目、ボンボヤージ。ラテンフュージョン系のアレンジで高中正義風と言っていいかもしれません。夏の海を感じさせる曲です。これは明菜さんがオーディション番組スター誕生で最初に歌ったのが岩崎宏美さんの夏に抱かれてという曲で、その路線を意識した曲のように思います。3曲目、イマージュの陰り。フォーキーでしっとりしたマイナー調の曲です。新人であるにもかかわらず、こういった曲も情感たっぷりに聴かせてくれますね。4曲目、条件反射。こちらはロック調のいわゆる突っ張りソング路線ですね。ちなみにこの曲、スローモーションの B 面になっています。明菜さんは突っ張り路線のセカンドシングル少女 A でブレイクしますが、それは急な方向転換というより、デビュー時に一つの方向性として考えられていたことが伺えます。これは山口百恵さんのロック路線を意識したのは間違いないでしょうね。個人的にはこの曲、バックの演奏もかっこよくて大好きです。5曲目、T シャツサンセット。フォーク調の哀愁を感じさせる曲ですね。ここではまだ荒削りではあると思うんですけど、緩急をつけた歌い方をしていて、当時の新人としては歌唱力が一歩抜きん出ているなと感じます。B 面に移りまして1曲目、銀河伝説。シンセのシーケンスも印象的な 80s ロック調のアレンジですけど、どこか70年代の歌謡曲的なテイストを感じます。これも山口百恵さん路線だと思います。自分はあまり明菜さんを山口百恵フォロワーのように言うのが好きではないのですが、こうして聞いてみるとこの路線が明菜さんの質にぴったり合っていたんだと再認識させられます。この曲と、A 面4曲目の条件反射はこのアルバムの中でも特に印象深く好きな曲です。 B 面2曲目、スローモーション。木杉悦子作詞、木杉隆夫作曲によるデビューシングルです。マイナー調の少し哀愁を感じさせるメロディーなのですが、とても爽やかなポップスになっています。木杉隆夫マジックのようなものを感じますね。A メロ B メロと徐々に盛り上げていって、サビの
出会いはのところで本当に気持ちがふわっと高揚する感じで心地いいですね。そういった爽やかな高揚感と少し物憂げな感じが入り混じっていて、当時の自分は少女 A などの突っ張りロック路線の方が好きだったんですけど、今となってはこれはすごい名曲だなと思っています。 B 面3曲目 A 型メランコリー、ちょっとファンキーなディスコ歌謡調の曲です。にしてもこの歌詞、この曲が好きな方いらしたらごめんなさいなんですけど、ちょっと面白い歌詞だなと思って、血液何型のところなんかちょっと笑っちゃう感じがあるんですよね。結構インパクトのある曲だと思います。 B 面4曲目ひとかけらのエメラルド、マイナー調のバラード曲ですね。こちらは70年代の歌謡曲的なディープな味わいがあります。またはちょっとプログレ的でもありますね。アウトロのシンセなんかはなかなかにおつなものがあります。 B 面5曲目ラストはダウンタウンストーリー。これも突っ張り歌謡ロック路線ですかね。しかし山口百恵路線というよりはタイトルからして某エムッチさんの、スニーカーブルースを意識した曲なのかなと思います。その件に関しては今後もあまり触れないとは思うんですけど、今回ちょっとだけ喋りますと、当時のエムッチさんはちょっとやんちゃなイメージでヒット曲を連発し人気絶頂でした。アキナさんを売り出す際にそのやんちゃなイメージを打ち出してエムッチさんの人気にあやかろうみたいなことがあったのかもしれませんね。で、実際その突っ張りのイメージでアキナさんは大成功するのですが、今となってはちょっとほろ苦い気持ちになる曲ですかね。はい、以上全10曲でした。はい、アルバム全体の感想はというと、新人としては歌唱力の高さが感じられ、いろいろなタイプの曲を歌いこなしている。しかし曲調としてマイナー調の曲が多いのもあってか、新人アイドルらしい明るさ爽やかさはあまり感じられない。重み深みみたいなものが出ちゃってる感じがありますね。そして曲調はバラエティに富んでいますが、逆に言うと統一感はあまり感じられません。ただあなたのポートレート、スローモーションの木杉兄弟の路線と条件反射、銀河伝説の山口百恵突っ張り路線が軸になっているようには感じました。これはシングルでも両方の路線を交互に出していくことになる、それにつながっているように思います。正直に言ってアルバムとしての統一感は低く、そういった意味での完成度は高くないように思うのですが、ただ1曲ずつで言えば良い曲が多いと思いますし、なんといっても歌が濃密で聴き応えがあります。ファーストアルバムにしてアキナさんの歌手としての力を感じさせる作品になっていますね。はい、花の82年組の代表的な女性アイドルのファーストアルバムを聴いてみたんですけど、松本伊代さんはいかにも80年代的ポップでキラキラとしたアイドル像を作り上げています。堀ちえみさんは素朴でナチュラル、この中だったら妹的な印象でしょうか。三田寛子さんはおっとりとしたちょっと古風なお嬢様的イメージ。早見優さんと市川秀美さんはスポーティーでカジュアルなイメージが共通していますが、早見優さんは都会的でクール、英語が喋れて知的な印象もあります。石川秀美さんはスポーツが得意な体育会系のイメージが強いですね。小泉今日子さんはこの時点でははっきりしたイメージ、キャラクターが打ち出せてないように思いました。70年代を引きずったアイドル像をやっている感じですね。その反動が後に出てくることになるんでしょうね。そんな中、中森明菜さんも方向性を決めかねていたようですが、他の同期がやっていなかった突っ張り路線に活路を見出し、それが見事に当たりブレイクすることになります。こうして見てみると、デビュー時にコンセプトが定まっていなかった、迷いがあった2人が後にこの年代を代表するアイドルになっていくことがわかります。ちなみに今の時点で個人的にアルバムとして評価するなら、早見優さんの And I Love You が一番高評価かなと思います。
松本伊代さん、堀ちえみさん、石川秀美さんのアルバムもなかなか良かったのですが、歌も安定しているし、あと写真やポスターとかおまけなんかも含めた総合的なアイドルグッズとしての評価で、これが一番のお気に入りです。アキナさんの場合、良くも悪くも内容が濃すぎるんですよね。その重さみたいなのがアイドルのアルバムとして聞くとちょっとマイナスに感じてしまう。それが今現在の率直な感想です。アイドルのという部分を外して考えるならば、やはりこれが一番好きだなということにはなりますけどね。はい、というわけで今回は中森明菜さんのファーストアルバムプロローグの紹介と、82年組のファーストアルバム7枚を聞いた総評を喋ってみました。ご視聴ありがとうございました。